一本でほんまに何でも書けるのがすごいな。ほんまね、こういう細かいところはね、筆をちっちゃいものに変えて書いていきたくなるんですけど。つららん。はい、毎度、おこしやすつららん。アダッカやつららんのアダッカまで作らない職人、承知でございます。今回はね、また、水墨画にふさわしい、新しい筆を紹介してみたいと思います。この間はね、すごい一品をね、ご紹介させていただいたんですけど、今回のもまたね、すごいんですよ。今回ご紹介するのは、じゃじゃん。はい、この孫の字はですね、リンパ村さんのシンボルマークですね。今回ご紹介するのは、リンパ村さんが卸されている、前回第1弾、奈良筆職人の鈴木和夫さんのですね、作る家臣、羊毛筆ですね。あれをご紹介したんですけど、今回は、その姉妹品みたいなもんですね。花水、花に酔う。ね、榊爆弾さんをね、思い出しますね。花ある時は花に酔いっていうね。こちらはですね、前回の羊毛とは違い、板チゲの筆です。そしてね、これ見てください。これなんかついてますよね、ここに。ね、ちょっと中開けてみましょうか。前回のね、家臣の方はものすごく反響いただいてですね、国内の方にもたくさんご購入いただいたみたいなんですけども、海外の方からもね、お問い合わせが多かった商品だったんですよね、チータンな。家臣すごかったんやな、チータンな。なあ。なのでね、またね、鈴木さんの作る筆なので、今回のも、ご満足いただけるんじゃないかなと思います。いやーなんかいつも惚れ惚れしますね。なんかまた使ったわけではないんですけど、筆としては。もうね、フォルムが綺麗なんですよ。あ、こっちも国名いただいてる。ありがとうございます。いや、嬉しいな。やっぱこう内入れをね、していただいてるおかげでね、あれからもね、僕ね、本当にリンパ村さんはお世話になってて、墨もね、堀池さんの墨使ってますし、筆も鈴木さんの筆使って、今、オペレーション鬼っていうね、水墨画アニメの背景を僕は書いてるんですけども、お仕事で。鈴木さんの、道具と堀池さんの道具を使わせていただいてるんですよ。もうほんまにね、職人さんが丹精込めて作られたものなので、めちゃめちゃ使い心地よくてね、助かってます。ありがとうございます。でね、これね、ちょっとお見せしましょうか。大と小のセットですね。今回ご紹介するのは加水。見てください、これほら。わかるかな？ほら、板チゲ。海苔で固まった状態ですけどね。もうほんまに綺麗見てるだけで。軸もね、彫りも綺麗やし。もう全部に神経が行き届いてる作品ですよね。もう作品ですよね、だからこれがね。で、こちら。もう一個ついてるのが、じゃん。これね、皆さん知ってるかな？僕はね、これ、存在はしてたんですけどね、持ってなかったんですよ。これは筆用の櫛、筆櫛ですね。人間がさ、髪の毛絡まった時に解くように、筆もやっぱり毛でできてるから絡まるんですよね。で、それをお手入れする用の櫛なんですよ。でね、これご紹介するにあたってちょっと言っときたいんですけど、リンパ村さんもね、たくさん、いろんな方からお問い合わせいただくんですけど、筆とか道具類について。一番多いお問い合わせが、筆の管理とメンテナンスらしいんですよね。だからやっぱこういうのってやっぱ、安くはないんですよ、正直。職人さんがほんま丹精にね、もう堀池さんも鈴木さんもお一人で全部もうワンオペレーションですよね。作られてるもんなので、値段的にはそんなね、リーズナブルではない。もちろんそれ以上の価値は僕もめちゃめちゃあると思ってますけどね。そういう高価な筆をやっぱりね、長持ちさせたい。筆って一生ものって言われますけど、やっぱ保管が悪いとね、傷んでしまったりするので、やっぱ購入いただいた方からはどうやったら長持ちするんですかっていうお問い合わせをたくさんいただくらしくって、その長持ちさせる秘訣の一つが、こちらの筆串にあるらしいんですよ。で、今回はね、そのお手入れ方法までをね、この動画でしていただこうと思ってます。ですのでね、リンパ村さんの新情報もありますし、筆のね、お手入れも学んでいただけると思うので、よければ最後までご視聴くださったらありがたいです。じゃあちょっと楽しみですね。これ、今から乗り解きして、書いてみたいと思います。それではやっていきましょう。どうぞ。はい、それではこの加水のね、使い心地とか、あとこの間ね、のご紹介でね、たくさんの方が買っていただいたこの家臣との比較をしてですね、どんな特徴があるのか、調べていきたいと思います。はい、塗り時はですね、これ1時間ぐらい、穂先だけが浸かる状態でね、塗る前につけておきました。綺麗な感じで溶けてますね。これをよく洗っておきます。あとこれやね、この櫛の、使い方と、使ったことによってどんなメリットが得られるかっていうのをちょっとね、ご説明したいと思います。なんかでも含みがもうすでに良さそう。これもたっぷり水含んでる感じがすんねんな。これが良質な筆の特徴なんでしょうね。はい、筆の検証をするためにですね、
墨をすりました。はい、こちらが有田焼のすずりですね。これもリンパ村さんで、購入できるものです。で、こちらの墨が紀州松煙木。これもリンパ村さんで購入することができます。この2つはですね、僕過去にどちらもご紹介してますので動画で。また詳しく知りたい方はそちらも見てください。概要欄に貼っております。それではね、早速試してみましょう。楽しみですね。はい、紙はですね、いつものように僕がよく使う中国の戦士。高青灰、玉盤線、面料単線を使います。どちら使おうかな。まあこの小も大も、小って言っても結構大きいですよ、ほら。小も大も、品質的には同じやと思うんですけどね。やっぱり墨の含みの量が違うと思います。この加水の小は、家臣の小と比べてみましょうか。ちょっとご注意いただきたいのが、こちらが家臣の小、こちらが加水の小なんですけども、大きさが違いますね、だいぶ。こんな感じでわかるでしょうか。加水の方がだいぶ大きいです。加水の小が家臣の大ぐらいの大きさなんですかね。これちょっとご注意いただきたいですね。墨を含ませてみたいと思います。しっかりと墨を含ませて、手皿で鳴らします。でもなんかやっぱりね、これね、イタチ毛の筆なんですけども、イタチの筆のね、特徴というと、なんといってもこう弾力ですよね。これがね、やっぱ強い気がするな。まとまりがいいのはね、家臣のも良かったんですけど、弾力がね、やっぱね、家臣よりも強いんかな。こちらが家臣ですね。まあこっちもね、確かに弾力あるんですけどね。なんだろう、質が違うんかな、弾力の。こんな感じで、共に弾力はね、本当にあるんですけど、わかりますか？若干ちょっとこう、家臣のが押され気味な感じしますよね。で、柔らかいんですよね、筆がね。こっちの方が。加水はね、かなりこうピンと跳ね返るような強さがある気がします。やっぱりね、今回の見どころもこの筆の尖りですよね。これがね、まさしくもう職人の腕の見せ所やと思うんですよ。もうね、針のようですよね、穂先が。わかりますかね、この尖り具合。これですよね。はい、では、試筆してみたいと思います。筆自体についてはですね、前回の家臣をご紹介した動画でもだいぶ、詳しいことを語ってますので、そちらを見てくださいね。それも概要欄に貼っておきます。今回はこの、加水がどんなもんなのか、家臣と比べてどうなのかっていうことを見ていただこうと思います。まず1文字かな。やっぱ基本となる。気持ちいいね。気持ちいい。やっぱりなんか強いかな。強いしなんかね、筆の滑りが滑らかな気するな。ちょっと家臣で試してみましょう。でもやっぱだいぶなんか柔らかいな、やっぱ家臣はな。なんかね、家臣の方がね、紙にこう、まとわりつく感じがある気しますね。これなんかいいかすれが出るのはこの家臣の方なんかな。なんかこう繊細にね、この紙のひだをね、拾ってる感じがするんですよ、この柔らかい毛が。でも、この加水の方はやっぱこう、毛自体がイタチで硬いから、少々のこの紙のボコボコにもこう負けへん強さがあって、すごいね、なんかスムーズにね、筆が進む気がするな、僕は。これだから別に家臣が悪いとか、加水がいいとか言ってるんじゃなくて、家臣の方は、柔らかいから、なんかこう思っても見ない、かすれが、ね、出たりしやすいのかなと思うんですよ。加水の方は、出てもこう、端正なかすれですよね、こういう。きちっとしたかすれが出る感じがする。こう使った後の穂先もね、よく見てもらったらわかると思うんですけど、加水の方がこうまとまりがあって、家臣は少しばらけてますよね。羊毛筆の家臣の方は、穂先が柔らかいので、こう、滑らかな、こう、流麗なタッチっていうかな。こういうのが得意な気がします。書道で言うとですね、草書とか行書ですよね。ほんまにこう滑らかで柔らかく曲線が主体の線を引くのがすごく得意な気がします。で、この加水の方は、まとまり、張り、腰っていう感じなので、書道で言うと行書とか隷書、きちっとしたこう実直な線を引くのに向いてると思います。あとね、筆ってね、やっぱ使い手の好みがだいぶ大きく反映する道具なんですけど、稀にね、この羊毛筆やと、あまりにもこう紙とのこの張り合いがなさすぎてちょっと書きづらいっていう方がいるんですよ。柔らかすぎて。そういう方でもね、このイタチ毛の加水は跳ね返りがやっぱり強いので、こう紙の弾力を感じてぐっとしっかりこう筆圧ちょっとだけ強めに、まあ筆なのでそんなに強くはできないんですけど、もともと。でも羊毛筆よりもこうちょっと紙の筆圧を感じながら書きたい。しっかりと書いていきたいっていう方に向いてるような気がします。まとまりもいいですね、書いた後の。きちっとこうまとまってる。
もうだいぶこれね、筆カラカラになってるんですけど、まとまってますよね。はい、次は竹の笹ですね。切ったん切った。なったらあかんよ。まあ、この尖りを利用した書き方ですよね。いきます。あー、綺麗に出るな。素晴らしいな。これ抜けを見てください、抜けを。まあ、これはね、家臣の時もそうだったんですけど、入って、シュッとこの出たこの尖りですよね。ほら。まあ、綺麗に出るな。もう気持ちいい。ほんまに。気持ちよく尖ってくれます。ね、こんな細い線も。で、もちろん前もやったんですけど、この、ちょっとね、技術はいるんですけど、小指を紙面から離さずにですね、ここで距離を調整して、この小指で。お先だけでね、細い線を描けます。お先だけでこうな、細い線が描けます。中国で一番細い線、蚕がね、吐く糸のような線を甲骨有歯病って言うんですけどね、そんなに近い線も、こんな太い筆から生み出されると思われへんぐらいの細い線も、描こうと思えば描けます。はい。素晴らしい腕ですね。いや、もう言うことないよな、ほんまにね。まあもう描く前から分かってましたけど、やっぱりね、一流の職人さんがね、作られるもんっていうのは、誇りを持って、自信を持って作っておられるもんっていうのはね、いいですよ。で、今度これ台の方ですね。加水台。かなり台です。はい。家臣のシリーズで一番大きいのが、この台なんですけどね。台と比べても劣らないぐらい台は、あ、わかった。台と台が同じぐらい大きさやわ。ね。台と台。穂先の長さを比べてみてください。大体一緒ですね。あ、大体。またダジャレリコみたいになった。こんな筆使ってしまうと、食った墨がカラカラになるぐらい含みよる。こんな大きい穂先やとね、吸水力がすごい、保水力っていうか。立てて書くこともできるんですけど、もちろん寝かして書くとですね、だいぶ寝かして書くと、こんな太い線が書けますね。ぎゅーっと。おー、かっこいいですね。でもやっぱかすれがやっぱ端正やな。かすれ方が。ほら。だからね、これね、描写上の使い分けとしたら、ほんまね、このね、穂先の毛の質感の硬さ柔らかさでモチーフをそのまま使い分けたらいいと思うんですよ。例えばですけど、この羊毛筆は柔らかいですよね。だから柔らかいものを描くのに適してると思うんですよ。もうね、そのまま考えたらいいんですよ。にじます。この、にじみがね、得意ですよね。この羊毛筆は。中のあたりも柔らかくにじませながら。穂先も使えますよね。だからこれね、穂先を使って細いところも描ける。はい、こんな感じで柔らかいものを描くのに適していると思います。この硬い加水はそのまま硬いものを描くのに適してますね。例えばこう、かすれを生かした岩なんかを描くのに。わあ、実直なかすれが出るな。この鉱山描いたりするのにもね。筆の選び方っていうのは、モチーフでの使い分けと、あと好みですよね。自分がどちらの表現をよくするのか。そういうことも考えて選ぶといいと思います。一本でほんまに何でも書けるのがすごいな。ほんまね、こういう細かいところはね、筆をちっちゃいものに変えて書いていきたくなるんですけど、もうこのままめんどくさいからこのまま書いていけるもんな。こんなこと普通できないですからね、普通の筆ではね。いやー、素晴らしいわ。はい、こんな感じで鉱山書いてみたりね。これやっぱりなんかこう、作る面がね、なんていうかな、カチッとしてる。これだからモチーフによる使い分けがね、楽しいと思いますね。だからほんまに最初はね、根が張ってしまうかもしれませんけど、この羊毛筆の家臣とイタチゲの加水。今回ご紹介したのは、櫛プラス、小と大のセットやったんですけどね。これ持っといたらもう一生、どんな表現でもいけるんじゃないかなと思いました。こう書き分けができるっていうのが楽しいし、やっぱり制作の幅が広がりますよね。今回ご紹介したこの加水の大小のセット、それから、櫛がついたセットのリンクを概要欄に貼っておりますので、よければね、気になる方は見てみてください。いや、大変素晴らしい筆でした。もう見事ですね。何にも言うことなかったです。はい。はい、じゃあ最後にですね、これですよ。櫛。本当にね、お問い合わせが多かったらしいんですけども、筆のお手入れ。
僕はね、そこまでね、正直な話ね、こだわったことなかったんですけど、やっぱりね、職人さんがまずこの櫛を普段から使われてるという。やっぱりね、僕もこれについていろいろ調べたんですけど、書道とか水墨画やってると、結構こう筆をね、押さえつけて紙の上でね、かすれ生かしたりひねったりして、こう、絡まるんですって、中が。なんかこう、綺麗に一見見えてても中の方で絡まってたりするんですって。そうすると、その絡まったところに、縮木といって墨が固まったり、あとそれが引っ張ったりね、こう、よれたりして、最悪の場合ね、このね、すげ込み部分とか軸にね、圧がかかって割れてしまったりする可能性もあるらしいんですよ。へえ思って僕もね、こういうのやったことなかったんですけど、ほんまはね、毎回筆を洗った後にこの櫛をかけておくと持ちが違うし、あとね、制作面でも次書くときにね、ほつれとか全部ない状態やから、綺麗な線が出るんですって。と思って僕もね、ちょっと習慣づけたいと思います。はい。まあ、不精な人はね、毎回と言わず、たまに気づいたとき1週間に1回とか、制作してる5回のうちの1回、ちゃんとね、こう手入れしてあげるっていうことをすると全然違うらしいですね。なんかね、こう愛着が湧きますよね、大事にしてるとね。はい、でね、こちらの櫛をね、ちょっと見ていただきたいんですけど、見てください、ほら。なんかね、職人さん曰く、リンパ村さんで扱ってる筆っていうのは、全部天然の毛なので、普通の櫛でも人間が使うような、いいのはいいらしいんですけど、これ見てください。わかるかなこれほら。めちゃめちゃね、薄いんですよ。で、これがね、すごいね、針のように細かいんですよ、刃が。だからね、筆を傷めにくいし、あとこの金属製なので、静電気が起こらないらしいんですね。で、やっぱね、専用の櫛の方がいいんですって。で昔はね、こういう筆専門の櫛を作る職人さんがいらっしゃったらしいんですけど、やっぱりね、昨今の筆離れによって廃業が相次いで、今はね、もうこう輸入製でしかないんですって、この筆用の櫛っていうのは。大変貴重で、リンパ村さんのところでも、お一人様一本限りで、そして、仕入れがね、まとまって、定期的にやられてるらしいので、いつもはない状態らしいんですよ。なので、欲しい方はですね、ぜひぜひ、あるうちにということなので、リンパ村さんのページリンク。櫛だけもね、単品で買うことができますので、よければ見てみてくださいね。リンパ村さんね、かなり僕も親しくさせてもらってるんですけど、大変気さくな方でね、よっぽどの無理じゃない限りね、いろいろね、気になったことを相談してみてもいいと思うんですよ。ぜひぜひ、連絡ね、してみてくださいね。ね、職人さんがね、こうやって使ってらっしゃる櫛見てください。金属やのに、木を溶かしてるだけですよ。やっぱ長年使うと、すり減ってあんなになるんですね。これはね、普通に平らなんですけど、ねえ、丸なっていくんですね。すごいなぁ。金属がすり減るぐらいお仕事されてきたってことですよね。いやもう感謝感謝です、本当にもう。じゃあこれをね、使って、お手入れね、してみたいと思うんですけども、このね、手入れ方法というのが、実はリンパ村さんの YouTube、公式 YouTube がありまして、そちらでね、公開されてるんですよ。で、そちらをね、リンク、概要欄に貼っておきますので、見てやってみてくださいね。僕はね、ちょっとそれ今からね、それを見てやってみます。しかもね、すごいんですよ。今回は、この筆職人の鈴木和夫さん、ご自身がですね、実演してくださった映像で見れるのでね、ぜひぜひ見てほしいんですよ。ゆっくり見ながらやろう。ほうほうほう。ちょっと待って。ちょっと待って。実際には動画見ていただくとして、ちょっと僕の表情と仕草でお楽しみください、しばらく。まず、こうして。でもこんなんやったことなかったかも。乗せて。で、ここで口が出てくるね。手慣れてらっしゃる。こうか。なるほどね。こう回転が、ミスやね。でも、すげえ。ほんまに綺麗なる。はい、ありがとうございました、鈴木和夫さん。そして、リンパ村さん。はい、教えていただいた方法で櫛かけてみました。めちゃめちゃ綺麗ですね。確かにね、これで筆の持ち変わると思いました。もう解いてる時からもすごいなんかスルスル、ほどけてるっていう感じがしました。やっぱ絡まってるもんなんですね、普通に。これね、ほんでね、いくつかやっぱポイントがあったので、自己流でやらずに、この YouTube 見てからやった方がいいと思います。なるほどなと思いました。見てください、このツヤ。ね、海苔で固めたみたいにね、なりましたね。この櫛のおかげでね。すごいわ。
ちょうどね、この筆と櫛がセットになってますし、もしくはこの櫛単品でもご購入いただけますので、よければリンパ村のリンク貼っておきますので見てみてください。あとですね、リンパ村さんからのお知らせを僕受けたまっておりまして、ね、前回大好評だったこの内入れ。鈴木和夫さんが直々に一本一本丁寧にお名前をね、彫っていただけるんですけども、やっぱりね、鈴木さん一人でやられてるのですごく大変なのと、あと、鈴木さんが一本一本彫ったものをまたこう郵送していただいて、そこからまた皆様に郵送ということなので、やっぱり経費がね、やっぱかさんでくると。まさかね、あんだけ注文いただけると思ってなかったらしくて、今ね、すごく大変らしいんですよ。なので、来年から、ちょっとだけね、どれぐらいになるかわかんないですけどね、少しだけ内入れの料金をいただくことになりそうです、ということでした。まあ仕方ないですよね。まず無料でしてくださってたことがね、ありがたいなと思いました。でもですよ、今年中やったら無料でお受けしてくださるらしいので、ぜひぜひね、どうしようかな、買おうかな、名前も入れてほしいなって思ってる方は、今年中にね、リンクからご購入いただけたらなと思います。リンパ村さんですね、今ね、かなりね、また、人気になってきて、もちろんね、国内の方の注文も大変多くて、皆様にね、買ってくださった皆様には感謝なんですけれども、海外の方の注文がね、割と多かったらしくてですね、この度、リンパ村さんの英語専門のページができたみたいです。これありがたいですよね、海外の方からすると。でね、僕のところにもね、海外済みで、良質な道具が手に入らないっていうね、海外の皆様からのコメントもたくさんいただいてて、困ったな、これかわいそうやな、そんな粗悪な筆で、日本のね、水墨画に憧れて書いてある人がいるんやなって思ったんですけど、海外の人が安心して、こうやってね、良質なものを買えるサイトができた。それから自国の言葉で分かりやすい、支払いもできる、値段も分かりやすいサイトができたっていうのはね、本当ありがたいことですよね。日本の文化の発展もね、かかってますから、めちゃめちゃいいことやと思いました。嬉しかったです、僕。ですので、そのリンクもね、概要欄に貼っておきますのでね、海外の方もそちらからアクセスしてみてください。はい。というわけで、本日は、この間ご紹介した家臣の姉妹品みたいなもんですね。加水。イタチゲの筆でした。まあね、もう絶品でしたね。もうそれは分かってたんですけど、家臣との違いもね、分かっていただけたかなと思います。これは本当にモチーフによる違いと、それから書き手のその性格ですよね。しっかり書いていきたい、きちっとした書き方がしたいっていう方はね、こちらもお勧めします。最近はね、水墨画だけじゃなくてね、水彩画にもね、使ってらっしゃる方がいてね、そちらにも大変、細かいところもね、これ一本で塗れるし、いいと思いました。まあ、とにかくね、この家臣加水があればね、ほとんどの表現できるし、いいと思うんですけど、ニパ村さんのサイトにはですね、これだけじゃなくて、いろんな、まだね、他の筆もご紹介されてますし、あと僕がね、最近もめちゃめちゃこれしかほぼ使ってないんですけど、堀池さんのこの奇襲荘園木も、それから赤間すずりなんかもね、置いてたりして、紙以外のね、文房四方はね、とてもいいのが揃う、サイトになってますので、よければね、他のお品物も見てくださったらありがたいです。ありがたいですって言うけど、僕はあれですよ、リンパ村さんの何者でもないんですよ。僕が本当にいいなと思ってるので、勝手にこれご紹介させてもらってるだけでね、これが何本売れようと僕に何本も入ってこないんですけどもすごくね、嬉しいんですよ。こう、いいものが広がっていくっていうのが。それで、もしかしたらちょっとでもですよ、僕のこの行動が、ちょっとでもそういう職人の業界を、ちょっとだけバックアップできたならね、もうそれほど幸せなことがないし、あと、ね、道具に支えられてのサッカー生活なので、少しでも恩返しになれればなと思ってやってるだけなので、まあ安心してね、ご購入くださいね。はい、というわけで本日は鈴木和夫さんが作っておられる奈良筆、加水、イタチゲ筆の紹介でした。年内に買うとお得なことも多いので、ぜひぜひね、あとこの櫛もね、今まで筆の手入れこだわったことなかったっていう方はね、びっくりするぐらいね、これツヤツヤになりましたからね、せっかくね、割と安くない筆をね、買って、一生のお付き合いですから、それはね、ずっと長いこと使った方がいいと思うので、お手入れのこともね、今回考えるきっかけになってくださったらありがたいです。それでは本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。朝顔の種ね、全部収穫したらもう鉢を処分しようと思ってんねんけどさ、花1ヶ月かけて
徐々に咲いてったやんか。だから種になる時期も時間差で徐々にずれてってんねんな。まだね取れてない種あるんですよ。まだだから植木鉢そのまま